2020年6月16日から30日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月16日から30日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらにソードの8が出てるんですけれども、この言葉がコロンブスの言葉で直訳いたしますと、岸を見失う勇気を持てないなら、決して海を渡ることはできないという言葉です。こちらにカレッジ勇気という言葉が書かれてますけれども、こちらにカレッジ勇気というカードが出てるんですね。ですので、この時期のテーマの一つは、この勇気になるんですけれども、この勇気を持って岸を離れる、そういう時になると思います。こちらにハーベストというカードも出てますけれども、この収穫の時期に入ってくるんですね。この収穫っていうのは、この半年ぐらいに植えた種の芽が出てきて、そしてそれを収穫するような、そういう時期に入ってくるっていうふうに言われていると思います。そしてその収穫っていうのは、こちらに獅子座の満月のカードが出てますけれども、やっぱこの獅子座なんですね。なので7月8月ぐらいにかけてこの収穫っていうのは続いていくんじゃないかなと思います。この植えた種っていうのは半年以内、例えばお誕生日の頃とかもそうだと思うんですけれども、それぐらいに植えた種の収穫。こちらにペンタクルのエースとカップのページが出てるんですけれども、こういったものの収穫ですね。このペンタクルのエースは経済的な安定、繁栄、財産を示すカードなんですけれども、ですので、そういう経済的な安定のための種を植えていた人にとっては、それが収穫の時に入ってくるっていうふうに言われていると思います。そして、このカップのページなんですけれども、このソードの8と真逆なんですね。このソードの8というのは、自分がどう思われているのか気にしすぎてチャンスに行動できないとか、あと何でも悲観的に考えてしまうとか、そういったカードなんですけれども、このカップのページは失敗も気にしないし、そしてとても芸術的でクリエイティブなカードなんですね。この自分の魅力とか才能っていうものの出し惜しみをしないような、そういうイメージがあるんですけれども、それで、この収穫の時に、この真逆のカードが出ているっていうことで思うのは、例えばどんなにあなたの土壌っていうものが豊かで、クリエイティブな土壌であったとしても、周りの環境が、例えばもう悪口ばっかり言ってるような環境のところにいたりすると、そこから出てくる芽っていうのは毒々しい芽が出てきてしまうんですね。特に魚座さんの場合は、そういう環境に左右されやすい方が多いと思いますので、このご自身が植えた種とその通りの、もしくはそれ以上の収穫物ができるのか、それとも、そんなはずじゃないっていうものが出来上がってくるのか、そういうことでご自身の環境っていうものを見直していただきたいなと思います。それはこの絵の通り、その環境から離れるっていうことでもあると思いますね。
この収穫物っていうのは、ある方にとってはお仕事であったり、ある方にとっては何かの芸術作品だったりとかっていうことでもあると思うんですけれども、そのご自身の言葉っていうのもあると思うんですね。何気なく発した言葉だったりとか、最近口癖になってしまっていることだったりとか、あとこういう思い癖のようなこととか、そういったことがネガティブに偏っていないかっていうことをちょっと確認していただきたいなと思います。このソードの8は閉塞感を示すカードでもありますので、そういう自分の人生が行き詰まっているって思うような、そういうような状態が続いている。そしてなかなかこういう物質的な幸せ、精神的な幸せっていうものとは縁遠いと思っているような方がいらっしゃいましたら、それはあなたの環境によるものなんですよっていうふうに言われていると思いますので、ぜひこの収穫物でご自身の環境の見直しっていうものをされてみてください。それで、このペンタクルのエースとカップのページが出ているっていうことで、これをそのまま受け取れている人、この物質的な豊かさと、このクリエイティブで、このご自身がとても魅力的な状態ですね。そしてこの2枚とも恋の始まりを指すんですね。ですので、とても公私ともに充実した時に入ってくるっていうふうに言われていると思います。ですので、このどちらとも縁遠いなって思うような方がいらっしゃいましたら、ぜひこの環境の見直しっていうことをされてみてください。何かせっかく豊かな土壌を持っているのに、豊かな感性を持っているのに、こう周りのエネルギーが応援してくれているのに、そこにずっといるのもったいないですよっていうふうに言われていると思いますので、ぜひこの岸を離れる勇気っていうものを持っていただきたいなと思います。そしてこの獅子座の満月のカードなんですけれども、プライドに邪魔されないでくださいっていうカードですね。ですので、ここでなかなかチャンスに行動できないっていうような方がいらっしゃいましたら、これも邪魔してるんじゃないかなっていうふうに思いました。このプライドですね。プライドだったり世間体とか、そういったようなものですね。こういうのも環境に左右されているっていうことがあるので、ぜひ環境の見直しをしていただきたいなと思うのと、あと、このカードもクリエイティビティなんですよね。なので、それはこういうお仕事でもそうだと思うんですけれども、あと普段の生活とかでもそうですね。ご自身のクリエイティビティを活かせる場なのかっていうのも、この環境を選ぶ基準にしていただきたいなと思います。それは自分を活かせるかっていうことでもあると思うんですけれども、このプライドやエゴに邪魔されずに、そして自分がどう思われているのかっていうようなことを気にせずに、そしてこの自分の魅力を発揮できているような、隠さずに発揮できているような、そういう状態があなたにとってとても良い環境ですっていうふうに言われているんですね。多分この頃から、この7月8月ぐらいにかけて、あなたが発する言葉だったり、あなたが作った作品だったり、あなたの就職活動だったり、そういった目に見えるものから、あなたが適切な環境にいるのかっていうことがわかる。そういう収穫の時期に入っていると思いますので、ですのでそこで自分を全く活かせていないって思うような、そういうところにいるっていうことに気づいた場合は、この岸を離れる勇気を持ってくださいっていうふうに言われています。これは誰かから言われるっていうことではなくって、自分で自ら気づくんですね。その起こった出来事もそうですし、自分が思ったことだったり、自分が発したことだったり、自分が作ったものですね。何かこの分かりやすく何か出来事が起こってくるっていうような感じがいたしますので、ぜひここは判断を間違わないでいただきたいなと思いました。それでは6月16日から30日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。